こんにちは、ルックアラウンドヨネちゃんです。アラフィフ男の日本を巡る旅、21日間の西日本編を終え、家に帰って庭仕事と家族サービス、念入りに洗車し坊主になったタイヤを交換、鈴木ワールドでのバイクメンテナンスに道の駅のスタンプラリーを使い、ガチ中華で友達たちに旅の報告、消耗品を補充し髪を切り、再び旅に出るのでした。狂ったように暑い関東から谷川岳を越えて新潟港へ向かい、北海道の小樽へ渡ります。関東からは茨城県の大洗から苫小牧に向かうフェリーが有名ですが、そちらは夜出発して昼到着。新潟からだと昼出発して早朝に着くので、稚内方面に行くなら効率が良さそうです。新潟が近づくにつれ、それっぽいバイクに合うようになります。新日本海フェリーのターミナルには乗船を待つトラックや車、そしてバイクもたくさん来ていました。茶色ですね。雨降ったからね。
海フェリーで、新潟港から小樽に向かっています。設備とかは東京九州フェリーと結構似てる感じはしますけれども、やっぱりなんか乗ってる客層が結構違いますよね。やっぱその北海道観光としてのポテンシャルがすごくあって、今日まだ夏休み前の、平日ですけども、バイクのお客さんとかもかなりの台数いらっしゃいました。これは本当すごいなと思いました。一般のお客さんとかもですね、やっぱりその北海道観光、自然を楽しむようなタイプのお客さんって感じですね。対して東京九州フェリーとかだと、もうちょっとなんかリッチな層って言ったら変なんですけど、もっとなんか文化的な面を楽しみに行く、こっちの方は、自然を楽しみに行く、なんかそういう感じの客層の違いがあるんじゃないかなと思います。出港は、新潟12時、お昼の12時でした。で、到着が小樽に朝4時半ということなので、もっとそれより先に起きてなきゃいけないんで、ちょっと、朝まで寝てられないって感じですね。はい、現在、18時45分かな、そのぐらいです。日がだいぶ傾いてきました。今日はですね、関東地方かなり暑くて、なんか危険な感じだったらしいんですけども、新潟の方は、谷川岳をトンネルで越えてきたらもう、ちょっと霧雨が降ってるような感じでした。で、降ったりやんだりを繰り返して、お昼ぐらいに到着する頃にはもうだいぶ晴れていてっていう感じでしたけども、気温はそんなに高くはなってなかったです。で、これから、北海道、小樽に上陸したら、札幌から始めて、時計回りに北海道の外側を一周したいと思います。僕にとってこれがちょっと最初の、北海道をバイクで巡る旅になるので、土地勘を知るとかそういうのもあります。で、その後青森に上陸してから南下していくっていう感じで、4月14日の東北ストロークインディングにも参加しようと思っています。ではでは。白で何も見えてね焼きたて美味しいあんこクロワッサン。朝これとホットコーヒーを食堂で売ってました。これ嬉しいですね。ちなみにまだね4時前なんですよ。4時前で北海道明るいんですね。
おはようございます。小樽でフェリーを降りまして、油林市場で朝市食堂っていうところがあって、そこでご飯を食べてから、天狗山の、駐車場、上にある駐車場のところまで来ました。ここに来ると小樽市内がすごい一望できるんですね。すごい気持ちいいところで、むちゃくちゃいいじゃないですか。この向こう側、海の向こう側に、書鑑別山とかだと思うんですけど、海挟んだ向こう側にある山々が雲の上に頭を出して見えてます。いいっすね。で、今日はこれからなんか小樽に7時ぐらいからやってるちっちゃな喫茶店そこで2回目の朝ごはんをいただいて、それから、札幌の方に向かいたいと思います。札幌では時計台とか、テレビ塔とかそういうところとかも、いわゆる観光地ですね。ちょっと見れる時間があったらいいなと思うんですけど、最終的には稚内の方まで行けたらなと思ってます。はい、朝、日の出直後ぐらいの時間はまだすごい曇ってて霧に包まれてたんですけども、下船してから時間が経つとこんなに綺麗な景色が見れてめちゃくちゃ嬉しいです来てよかったって感じ。1日目から雨だったらどうしようと思ってたんですけど、はい、そんなわけで今日も楽しみたいと思います。札幌に来ました。札幌すごい綺麗な街ですね。緑もすごい多いし、テレビ塔が後ろに見えてますけど、このテレビ塔を中心に公園が整備されてて、ちゃんとこう水まきされてたりとかですねこう札幌のオブジェがあったりとかして、こう見せ方をよく把握してるなって感じですね。観光客もやっぱすごい多いです。外国人ももちろんですね。で、おなじみ HTB でオンちゃんいたりとかですねしてきました。
バイクの駐輪場がですね、やっぱちょっと少ないんですよ。で、HTP のすぐそばに、タイムズのバイクの駐輪場あったんですけど、なんか予約専用になっていて止められませんでした。それで北一条どこだっけっていう地下の駐車場のところに止めました。はい、もう街を散策するだけでもすごい楽しいんですけど、この後ちょっと曇ってきてるので先急ごうと思います。
広い広い。道の駅留萌に来ました。こういう道の駅とかあるとね、立ち寄ってばっかりなんで全然進まないんですけども、今はドローンラインをずっと走ってきました。留萌のなんかキャラクターがあるんですね。留萌って、数の子とかで有名なんだと思うんですけども、数の子を模したキャラクターがあって、であとですね、酒とば酒スティックっていうのを買いました。鮭ブラックペッパーフィッシュスティックっていう名前で売ってました。でこれ機内食として提供されましたって書いてあるんで、なんか航空会社に採用されたのかもしれないですね。美味しそうだったんでちょっと食べてみたいと思います。いわゆるこういうやつですね。ジャーキーみたいな。お魚のいい香りもするし、オリーブオイルこれじゃないかなの香りもしてて、あ、ブラックペッパー来ました。すげえ美味しい。このお酒にもいいですし、ちょっとしたおやつにもいいですね。ツーリングしてるとちょっとだけなんか食べたいとか、なんか口に放り込みたいとかあるんですよ。まあ飴とかじゃなくて、僕ナッツとか多いんですけど、これ美味しい。ちょっとツーリングのお供にしよう。これから宗谷岬の方に向かっていきます。宗谷岬まで行けるかどうか、その手前のキャンプ場までで終わっちゃうかもしれないですけど、暗くなる前にたどり着きたいと思います。美味しかった。宿泊できるのここ。まあこれ道の駅苫前温泉、違うわ、道の駅ふわっと苫前。風にダブルでふわっとって読ませるってとこがすごいね。なんか温泉となんか宿泊施設もついてて、こっちじゃなくてこっちなのかな。なんか宿泊者用の駐車場とかありました。しかし中途半端な道の駅ってないね。なんか本州だとそういうの多いじゃないですかなんか地元の産直売り場にしかなってないようなところとか、そういうのがまだないねすごい、みんなものすごい勢いだわ。